こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。そして花です。で、今回の動画はですね、私手前味噌ながらですね誕生日迎えましておめでとうございます。ありがとうございます。年がですね、この子と同じ32になりました。本当32歳でこの車持てると思ってなかったんですけど、すごく嬉しいです。でですね、普段YouTube よくご覧いただいている海外のお客様からなんとこちらのプレゼントをいただいてしまいましてですね、個人的にそちらのお客さんにちょっとメッセージさせていただくんですけど、マットさん Thank you so much This is my best birthday in my life。 で、今回の動画は早速いただいたので取り付けしたいと思います。また日常系ゆるゆる動画なんですけど最近こうなんか一緒に掃除しようとか、一緒に勉強しようみたいな動画があります、ね、YouTube に上がってるんで、よかったら僕と一緒に車の整備とかしていただければなと思って、今回の動画作ってます。なので商品紹介しましょう。はい、まずですね、念願のこちらニスモのフロアマットいただきました。ありがとうございます。あと結構クスコの商品をですね買っていただきまして、こちらがラジエーターのクーリングパネルですね。ここにつけるやつ、はい、はい、あとはニスモじゃないや、クスコのこのカーボンタイプのタワーバー、はい、これもいただきました。あとはニスモの、オイルフィラーキャップとシフトノブですね。あとはニスモのラジエーターキャップ、あとはこちらがニスモじゃねえや、クスコのブレーキのマスターシリンダーストッパーですね、はい、こちらをいただいてしまいましたとこちらをつけていきます。で、こちらのですねアペックスのエアクリーナーもいただいたんですけど、実は最近新しいのに変えたばっかりなんで今回はこれ変えません。ただはい、ストックさせていただいて次の交換時期に変えたいと思います、はい、本当にありがとうございます。まずはじゃあエンジン周りからやっていこうと思います。まず変えるのは一番やりやすいラジエーターキャップから、はい、変えていきますで、これね注意書きにもあるんですけど、ラジエーターが熱い時に絶対開けないでくださいバーンっていくんで。で、たまにねこちらのラジエーター液確認して、ちゃんとこのラジエーター液がこうサビとか浮いてないかとかね、こういうとこも見といた方がいいと思います。おー、来ました。装着時間2分はい、2秒じゃあ次にですね、このラジエーターのクーリングパネル、はい、こちらをつけていきたいと思います。取り付けがネジ2本で止まるんですけど、説明しようもないとね。そうですね、やっぱりね分かんないこういう時はもうね感覚でいきます。多分ねここのネジ2つ外すんだと思うんですよ。10ミリのボックスで外していきます。この辺のネジ錆びちゃうんですよね。ちなみに今回からですね僕たちのマイクがちゃんとワイヤレスのピンマイクつけました。本当皆さん今まで風の音とかうるさくてごめんなさい。本当に私の声とかでかくて、はい、申し訳ないと思います。これでちょっと改善していただければ皆さんももっと見やすいと思うので、そうですね、はい、もしよかったらこのマイクについてのコメントいただければさらに改善できると思うので、はい、教えてください。外れましたね。こちらも外します。車のメンテナンスとか交換するにはちょうどいい時期ですよね。そうですね。そんなに暑くもなく寒くもなく、ただ今こういうね日本は状況なので本当皆さん大変だと思いますが、しっかり車いじってくださいねそしてこの付属のネジで取り付けるんですけど、こっちは六角レンチですね。多分ねこのボルトと入れ替えるんだと思うんですよね、なんか結構なんだろう、車いじってる方の動画ってあると思うんですけど、はい、あんまり GTR いじってる動画ってあんまないと思うんですよ。じゃあこちらに装着できましたので、今度ネジで締めていきます。で、必ずワッシャー入れてくださいね。
でこうやって仮止めした後にちょっと位置の微調整とか、このボンネットのラッチが干渉しないかどうかしっかり確認してから閉めた方がいいと思います、はい、大丈夫そうですね。で結構このラジエーターのクーリングパネルをつけると、この上のとこから空気が吸わないから逆効果だよみたいなことを書いてる人もいると思うんですけど、はい、僕はかっこいいからつけます効果なんて関係ないです。かっこいいかかっこよくないかです。結構あるだけで違いますね。そう、あるだけでもなんかね、いいじゃないですか。はい、はい、じゃあこれで装着完了です。お、早い。もうこっちのネジがサビサビこれ変わっただけでいいですよね。じゃあ次にもっと爆速なやつつけますよ。こちらです。ニスモのオイルフィラーキャップ、これはもう変えるだけですから。このデザインもかっこいいですよね、なんかね、ニスモ。よいしょ開かない意外と硬いんですね。意外と硬い。開かないぞこんな時に頼りになる洗車の先輩がいないな。先輩助けてくださいはい、フィラーキャップ開けてください。またまた登場です。先輩硬いっすか？そう、めっちゃ硬いんですよ。かけないとゴリラ役でかけないと開かないから。めちゃめちゃ硬い。誰が閉めたのこんなんでありがとうございますこれ本当はやっちゃダメですよ。じゃあ付け替えます。はい、完成。こうなった方がいいかな。ニスモ、これがノーマルですね。フィラーキャップね。はい、付け終わりました。じゃあ次はですね、タワーバー交換します。もともとね、これもクスコのタワーバーなんですよ。あ、そうなんですね。はい、でも中古の安いやつです。クスコの青やっぱ綺麗ですね。そうですね。皆さんも車いじってますか？こういう時こそ車いじらないと。もう都市部の視聴者の皆さんとかお仕事休みだったりするんですかね。もう、はい、これでずれます、はい、ありがたくつけさせていただきますここも緩まないですね。緩めないと。よいしょ。これはさすがクスコさんのタワーバーですね。よいしょ。ここちゃんと緩まないと入らないというミー君のツールセット便利だなかっこいい。このカーボン見てください。かっこいい、こうでしょ。大丈夫そうですね。これやっぱりね、クスコさんのターバーよくできてるからぴっちりサイズですよ、やっぱり。そうですね。はい。ジャスト。装着するのも大変。本当に。あ、でもなんか黒いタワーバーの方が締まりますね、やっぱり。これで入りましたね。よし。じゃあ、あとはボルト元通り戻していきます。はい、ちなみに花ちゃんは誕生日いつですか？私の誕生日は9月です。9月。皆さん9月にはお願いしますよ。いや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 。あ、待った。これね、タワーバーつける前に
やった方がいいことがありました。皆さん、お、何ですか？ブレーキのマスターシリンダーストッパーはタワーバーつける前につけた方がいいと思うんですよ。ここにつくから。確かに。はい。めちゃめちゃゆるゆる動画になっちゃうな。でね、これがマスターシリンダーストッパーなんですけど、ちょっといまいちどこにつくかわかんないんですよね。どうつくんだろうこれ。あ、こうかな。よいしょ。これで一回こっちに避けときまして、そうしましたらこちらですね。こちらのなんかすげえぶっといナットを外します。ちょっとですね、マスターシリンダーストッパーは素人の僕にはね取り付けが難しいんで、今度ちゃんと教えてもらったら別で取り付けますね。はい。マットさんごめんなさい。ということでタワーバーを取り付けます。はい。ちなみに3人乗られてる方はね、あれですね、マスターシリンダーを変えるととっても良くなるんですけど、合わせてクラッチのマスターシリンダーも変えるともっと良くなりますよ。結構32のクラッチのマスターシリンダーって破けるとマスターバックの方にブレーキじゃないや、クラッチのフルードが漏れてっちゃって、クラッチうまく切れてないみたいなことがたまにあるんで。ちなみに僕はクラッチのマスターシリンダーも新品に変えてます。よし、完成です。あとステッカーをどうしようかな。ここに貼りますか？クスコ貼んない方がいいかな。どう思います？花ちゃん。貼りましょう。貼りますか？あ、じゃあここに貼ろうかな。あ、いいですね。クスコいい感じですね。はい。じゃあこれでエンジンルームの作業が完了になります。ラジエーターのクーリングパネルとラジエーターのキャップと、あとオイルフィラーキャップとタワーバー、これを取り付けました。でラジエーターのキャップなんですけど、これハイプレッシャーキャップってなってるじゃないですか、はい、これね、なんだろう、冷却のこういうホースとかあんま劣化してる車だとハイプレッシャーにするとこっちから漏れてきちゃったりしますよ。だからこの辺は自分の車に合わせてハイプレッシャーだからいいってわけじゃないです。だからまあ僕のノーマルラジエーターなんで、これちょっと様子見て、まあ、戻したりとかこれ使うとか後で決めたいと思います。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、じゃあエンジンルームは完了です。じゃあまずはですね、室内シフトノブから変えていきます。はい、シフトノブの交換はねハイパー簡単ですよ。ハイパー簡単です。まず箱から出すじゃないですか。もうこれで5割終わりです。はい。で、あとはもともとついてるシフトノブをこう反時計回りにね、はい、こうやって回します。そうするともう外れるんですね。お、簡単。はい。で、新しいノブを出してねじ込むだけです。よし、完了。次はついにいつものフロアマットです。いや嬉しいな本当に。なんか今まで結構何台か車紹介したんですけど、はい、やっぱ程度のいい車に必ずついてましたね。ミー君も言ってました、ね、ミー君も言ってた。本当に程度のいい車には必ずニスモのフロアマットがやっぱついてました。じゃあちょっと花ちゃん運転席側に回ってもらっていいですか？はい、ね、運転席側のフロアマットで一番重要なのってここの部分なんですよ。なんか止まってますね。そうこれね、例えば運転してる時にフロアマットがずれて、例えばなんかこうなっちゃったらブレーキ踏めなくなっちゃうじゃないですか。そうですね。で例えばなんかこっちでこうやって詰まっちゃって押せない、そう押せないってなったらもうアウトですよね。アウトです、ね、そうだからなんか適当なフロアマットだとちゃんとここの穴がなかったりするんで危ないです。だからこういうのちゃんと見て買った方がいいと思います。でリアはスカイラインのシートは3枚で止まる。3枚なんで出ますよ。楽しみですね。ちゃんと穴がほら、ちゃんとニスモはこういう風に穴開いてるんですよ。こういう感じですね。はい。おお、こっちが運転席用かな。
でしっかりここの穴に入れてください。こんな感じですかね。完成じゃないんですけど、はなちゃんそれ剥がしてください。いいんですか？いいですよ私が剥がして。いいですよ。いいんですか？で最後ここ剥がします。やばい。やばいですね。高級感が違う。いいですね。やっぱニスモのフロアマット。もうなんかこれだけで違う車みたい、なんか本当に雰囲気変わりましたね。はい。じゃあこれで一通り取り付けは完成です。はい。最後重ねて言いますけど、マットさん本当にありがとうございます。本当ね、今までの誕生日で一番心に残る誕生日でした。で、トラスト企画の皆さんもサプライズしていただいて本当にありがとうございました。今まで僕サプライズする側だったんで、けどあそこまでバレずにサプライズしてもらって本当に嬉しかったです。ドキドキでした。バレないか。なので、本当にね、入社したばっかりなのでそんなことしていただいて本当に嬉しいんですけど、これからも皆さんが楽しめる動画をね作るために頑張りますので、これからもよろしくお願いします。じゃあ本日の動画は以上となります。長々とお付き合いありがとうございました。